はい、こんにちは。ひろこパンのひろこです。今日はじゃじゃん、かぼちゃです。かぼちゃのクリームシチューを作ろうと思うんですけども、かぼちゃをちょっと丸々1個いただいたり買ったりした時にちょっと消費に困ったりとか、そうじゃなくても美味しいのでかぼちゃを手に入れてほしいんですけど、かぼちゃをこれ半分ゴロッと使った本当にこう入れていくだけで出来上がる美味しいシチューになります。ぜひぜひやってみてください。はい、今日の材料です。はい、じゃあ早速作っていきます。作るといってもこれ全部もう入れて火にかけるだけのもうあっという間に仕上がるワンパン料理なので、ぜひぜひすぐにでもトライしてみてほしいんですけど、まずですね、全部お野菜類を、食べやすいサイズに切って、玉ねぎはこうやってちょっとくし切りにしてあるし、しめじは小房にしてあります。ではさっと順番あんまり関係なく入れてってるけど、しめじ、玉ねぎと、あとこれ鶏もも肉です。もも肉。はい、でこれかぼちゃなんですけど、ちょっと今日多いかな。一応2分の1なんですけど、ちょっとデカめのかぼちゃを今日使ったので、どうしようかな。ちょっとあんまりモリモリになっても後で困るので、このぐらいにしときますね。これはちょっと後から煮ようかな。はい、これでもすでにモリモリですよね。はい、でここに、牛乳を、1カップ 200cc。はい、生クリームも1箱、はい1箱200です。後から拭きます。はい、はい、そこに小麦粉なんですけど、万能カップに1杯で、それをちょっとこう全体に振ります。後から混ぜるので、はい、大丈夫です。はい、であと塩コショウなんですけども、これも最後後からまた味見をすればいいんですが、2つまみぐらいかな。はい、後からまた調整しましょう。はい、ということで、蓋を閉めて中火でスタートします。でこばいてくるまで待ちます。はい、しばらく経ってカタカタカタってこう蒸気が上がってくる感じになってきたので、こうやってふつふつと、はい、一回混ぜます。まだ全然かぼちゃとか硬いですよ。はい、全体に回したので、また蓋を閉めて今度弱火で3で10分煮込んでいきます。かぼちゃのサイズにもよるので、具材が柔らかくなるまで目安が10分、はい、煮込んでください。はい、10分経ちました。ちょっと開けてみますね。せーの、オープン。いや、美味しそう。ちょっと味見をしてみますね。はい、結構優しい味で美味しいんですけど、ここに塩を追加するか、もしくは白だしをちょこっと入れるともっとねコクが出ると思うので、今日は白だしを追加して入れてみます。ほんとこれ万能ですよね、白だし。はい、でこれちょっと混ぜて盛り付けたりとかして、これもう本当にホクホクで美味しいんですよ。これで出来上がりです。はい、かぼちゃのクリームシチューが出来上がりました。こう例えばベシャメルソースを作らなくっても、もう簡単にぶっ込むだけで仕上がるっていう超簡単でしたよね。はい、ちょっとじゃあ食べてみます。このかぼちゃが本当に美味しいんですよ。ホクホクでかぼちゃがいっぱい食べれるシチューですね。いただきます。いや、かぼちゃが本当に美味しいし、このシチューのところ、クリームシチューの部分も見てもらったように生クリームと牛乳とは入ってるんだけども、ルー使わないし、ルーって結構ちょっとなんでしょう、植物油脂とかいろいろ混ざってるので、裏見ると分かるんですけど、いろんなものが入ってるので、たくさん食べても胸焼けしにくいですよ、このこのシチュー。優しい体に本当にルーがなくてもパパッと作れるし、あとはもう本当お好みですけど、牛乳を豆乳に変えたりとか、いろいろちょっとご自身で試してみられたらいいかなと思います。そのヒントになればいいかなと思って今日
ご紹介したんですけど、これもともと私のお味噌の先生のマツコさんから教えてもらったんですけど、初めて食べた時本当に美味しくて衝撃で、この簡単なワンパン、このぶち込むだけでクリームシチューができるっていうのをそのマツコさんのおかげで私も知ることができて、シチュー作り楽させてもらってるんですけど、ぜひぜひかぼちゃ使ってやってみてほしいです。そうだな、お子さんとかに他に人参食べさせたいわとかあればいろいろ入れてみたらいいと思うし、今日はかぼちゃメインのクリームシチューにしたんですけど、ぜひぜひいろいろお試しくださいということで、ひろこパンは、SNS 他に Twitter、Instagram、TikTok やってます。Twitter は日頃の私が普段の生活の様子っていうとちょっとあれですけど、1日に 1,2 回ほどつぶやいていますし、Instagram と TikTok の方はショート動画も上げてるので、ぜひぜひ概要欄の方から覗いてみてください。フォローしてください。はい、そしてオンライン料理教室もやってるので、少人数でワイワイやる同時進行でやる、レッスンから、あとはマンツーマンのカスタマイズレッスンまでやってますので、ぜひ何かありましたらお問い合わせください。ダイレクトメールでもいいので、こういうのやりたいんだけどっていうことあればご相談いただければなと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。